皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださりありがとうございます。皆さんは寒い時、どんな料理を食べますか？またはどんな料理が頭に浮かびますか？冬の日本でよく食べられる料理は、おでん、鍋料理、あとはクリームシチューとか肉まんも冬って聞いたら思い浮かぶ食べ物です。その中でも個人的に私は鍋料理が食べたくなります。味のついたスープに白菜、ネギ、人参などの野菜とかキノコ、お肉、豆腐とかを入れて温めながら食べる料理です。鍋料理のことは鍋って言ったりお鍋って言ったりします。会話で鍋食べたいとかよく言いますね。この時の鍋は料理をする時に使う鍋じゃなくて鍋料理のことを言っています。お鍋は具材を洗って切って入れるだけなので簡単にできるし、体が温まるし、美味しいし、冬の定番料理ですね。今はまさにお鍋の季節です。寒くなってくると、スーパーには鍋の素がたくさん出てきます。この鍋の素を水と合わせて、お鍋のスープを作ります。辛いスープからちょっと甘いスープ、塩とか柚子を使ったさっぱりしたスープまで本当にいろいろあります。これがあるとすごく簡単に美味しい鍋料理が作れるんです。あとはお鍋用の野菜セットなんかもありますね。お鍋に使える野菜がカットされて売ってるんです。もうこれ使えば野菜を切る必要もありません。水と鍋の素とこの野菜セットを入れるだけで美味しいお鍋が食べられます。お鍋は家族とか友達と一つの大きい鍋を囲んで食べるのが一般的なイメージなんですけど、最近は一人で住んでいる人、一人暮らしをしている人でもお鍋が食べられるように小さいサイズの鍋が販売されています。鍋の素も大人数用に量がたくさん入っているものじゃなくて、一人でも食べきれる少ない量のものも売ってます。一人でも食べられる一人用の鍋料理は、一人鍋と言います。最近といっても結構前からなんですけど、一人で映画に行ったり、焼肉を食べに行ったり、カラオケに行ったりする人がたくさんいます。一人でどこかに行ったり、何かをしたりするときに、一人〇〇という言い方をします。一人映画、一人焼肉、一人カラオケ。あと一人で旅行するときは一人旅って言ったりしますね。いろんなところでお一人様用のプランとかもあるんです。皆さんは一人でどこかに出かけることはありますか？私は結構あります。一人で映画を見に行ったり、美術館に行ったり、あと、これは友達に話すとちょっとびっくりされるんですけど、好きな歌手のライブも一人で行きます。結構一人で遊びに行くことが多いんですけど、まだ一人旅はしたことがないので、国内でも国外でもしてみたいですね。皆さんがよくする一人〇〇は何ですか？話がそれてしまいましたが、こんな感じで、一人でお鍋を食べるとき、一人鍋と言います。お鍋を食べるときは、
締めも大切だと思います。締めっていうのは、食事の最後に食べる料理のことです。こういうカタカナの目みたいな字を使うこともあります。締めるという言葉に終わりにするっていう意味があるので、食事を終わりにする前に食べる料理を締めと言います。この日が最後ですよっていう意味の締め切りって言葉もありますね。お鍋に入れた野菜やお肉を食べた後、締めとして残ったスープにご飯を入れたり、ラーメンやうどんなどの麺類を入れて最後までお鍋を楽しむんです。お鍋の最後に食べるので、鍋の素と水で作ったスープに、初めに入れたお肉とか野菜の味が染みていてすっごく美味しいんです。スープの味によって、締めをご飯かラーメンかうどんかとかを変えます。卵を溶いて入れることもあります。皆さんももしお鍋を食べる機会があったら、締めまで合わせて楽しんでみてください。寒い季節、体の中からあったかくして過ごしていきたいですね。それでは、また次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。